変身ベルトガブの可能性は無限やな。とあるライダーとの融合、口がバーンって開く人形が結構複雑な構造。100均にも今ブロックってあんの？下の階の人の迷惑にならないように穴を開けといた方がいい。無理っぽいな。思った以上にバラバラになる。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットは変身ベルトガブ。先日ショートで塗装動画出したところ、たくさんの方見てくださって本当ありがとうございます。いや、反響ありました。嬉しい限りでございます。歯を白くしてね、メタリックにしたってね。で、今日は早速これを使ってとあるライダーとの融合を図っていきたいと思いますよ。まずこれを見ていただきたい。これが今の僕の貴重な手持ちのごちそうちゃんです。まだ全然持ってないんですよ。で、今日はね、この中からダン空ガごちそうちゃんね。せっかくレジェンド枠一つありますんで、これとこれの融合やってみたいと思います。レジェンドごちそうも可愛いからね、使わない手はないね。レジェンドライダーごちそうの場合、ライダーを食べるでしょ。この仕組みがというかね、このレジェンドごちそうがどうやって出てくるのかっていうのがちょっといまいちはっきりしてないんだけど、ライダーを食べて消化してライダーの特徴が現れてしまうというね、名付けてイートライダーシリーズ、これをねやっていこうかと思います。もう本当に引いちゃうぐらいレジェンドライダーごちそう出るでしょ。だからまずそれの第1弾としてね、クーガで行ってみようかと思います。ちょうど赤いメタリックにしたからね、これ理系の時のクーガのイメージかな。別に僕は分ける必要ないと思うのでどっちでもいいんですけど。で、そのためにはまずこれもなんかここ外れるよってすごいウキウキして言ってる人たくさんいてね、素敵なことだなと思います。外れます。はい。さあまずクーガをやってみてシリーズ化していけるのかどうか、ワンネスたちにね判断してもらいたいと思います。はい、チャンネル登録まだの方今すぐポチッとお願いしますよ。見ててください、俺の改造。これ実は僕の誕生日9月6日から撮り始めてて、めちゃくちゃ時間かかった。赤いクーガに変身するのに時間がかかったように、赤いクーガガブを作るのにも時間がかかるっていうことやね。頼む、最後まで見てくれ。よし。でこれをね、今後のことも踏まえてまずシリコン型を作ってレジンで複製できるかやっていきたいと思います。これ見ていただくと分かると思うんだけど、結構複雑な構造してるんですよね。シンプルに外せるけど複雑。この辺がやっぱね、この技術開発、デザイナーさんと変身ベルト開発部の皆さんのね、これ本当に企業努力だなと思うんですよ。すげえことやってんのよ。で、この構造全部をコピーするのはちょっと難しいので、一部、この顔の部分ね、ここだけコピーしようかなと思います。なので分解します。ここ外して、そうするとこのパーツ外れます。で、この状態、これもさらに分解することはできますが、型取りの場合これの分解は必要ないだろうなということで、これだけ複製しようと思います。さあどうなるかね。今までレジンの複製割と適当にやってたからさ、でもこれはね適当だとダメなのよ。こうすごいカーブが激しいから適当ではできないんだろうな。よいしょ。これがね、僕のレジンセットなんですよね。シリコン、Amazon に売ってます。ウェーブシリコン。そして一緒についてる硬化剤、ダイヤブロック。これも Amazon でセットで売ってます。そしてシリコンバリア。シリコン同士が剥がれやすくなります。あとは紙コップ、プラカップ、サイズいろいろ。と、この間作ったこれ、ヒリヒリチップスラッシャーのカラムーチョ部分にも使った割り箸。前置き長いな。ただの割り箸でっちゅうねんな。まずこの仮面というかな、顔が入るだけのブロックの枠を作ります。これね、シリコンの過程をここまで丁寧に説明したことは今までなかったと思うんですよね。これ今回のものがでかいからこのブロックで足りるかな。こんな大きさかな。そうですね、こんなもんですね。結構広いね。これ広い方なのよ。これはブロックじゃなくてもタッパーとかでも多分いいんだと思う。ブロックだと調整効くからね。レゴブロックでもいいんですかとかはちょっとわからん。多分いいんじゃないかな。どうなんやろう。でも僕が調べたシリコンの人のブログにはダイヤブロックって書いてあって、これおすすめされてたからAmazon で買ったんだけどね。安い方でいいんちゃうかな。多分100均にも今ブロックってあんのか。あるならいいんかもしれん。その辺は本気でやる人は多分自力で調べると思うから、やる人は調べてね。その辺を調べない人は結局やらないと思う、多分。だから僕の工程見ててね、見て楽しんでね。でこれは油粘土。これも100均に売ってます。幼稚園の時によく使うやつですね。これ油が練り込まれてるのでいくら使っても固まらないというやつですね。だからずーっと半永久的に使えると僕は思ってるんですけど、冬場はねだいぶ硬くなるんですよ。夏は助かるね。手で叩いたり棒で伸ばしてできる
だけ厚さを均等に伸ばしていく。下の階の人の迷惑にならないようにね。粘土がだいたい均等に平たくなったらブロックの底がぴったり粘土で埋まるようにしっかりはめ込みます。でこれを埋めるんだけど、この幅が多分ね3センチぐらいのもんなんですよ。 3.5 あるかないか。これの半分まで粘土に埋めて、上の肩下の肩っていう風に順番に作っていきます。ズボッと埋めるんだけど、この粘土の厚みでちゃんと半分入ってくれんのかな。これ無理やな多分な。うちにある粘土全投入でも足りませんでした。いやこれ多分ね、粘土に半分以上沈んだとてやわ。多分この形だと無理っぽいな。いやせっかく沈めたけど粘土がついて終わった。なのでちょっと一回やっぱこれ全部ね分解しよう。ほんでこの粘土、このシリコンの外壁作り直し、まあそれは全然いいねんけど、パーツを細かくすればもしかしたらいけるかも。これでまあこの辺が外れるんですよね。だからこれ一つ一つやっぱ作ってった方がいいな多分な。さっきの失敗を踏まえて次はこの4パーツで一つシリコン型を作ることにしました。はいこんな感じ。この2本の割り箸は後にレジンの通りに。でこのシリコンの合わせ目に穴を開けといた方がいいらしいんですよ。これでねこっちからレジンを流すつもりなんですよ。だからまあそれでこうビャーっと通っていってくれるんじゃないかなと思って。よしじゃあシリコン入れます。これねシリコン量をケチって薄い型を作るとぐにゃぐにゃっとしちゃうのよ多分、僕の体感で。だからある程度やっぱがっしりしたシリコン型必要だと思うので、あんまりケチると良くないかもね。ケチりがちだけどね。硬化剤は100対1の割合で入れる。しっかりと混ぜます。シリコンとレジンは難しそうなんだけど、ちゃんと分量を守ってしっかり混ぜれば多分誰でもできます。どうも編集中のパウチヘンパウです。本当にね一回シリコンやってみ。最初は難しくて失敗してもいいね。何があかんかったのかなって考えて次につなげることが大事やから。やる気があるのにじっとしててもどうにもならねえ。まず一歩踏み出そう。僕も失敗しながら試行錯誤しながら進んでるだけやから、いけるいけるって喋ってる間にシリコンが固まったのでブロック外していこう。で粘土を外したらパーツ1個取れちゃったね。でせっかくやからワンネスたちに分かりやすく見てもらおうと思ってパーツも全部外してるけど、ほんまは外さずにそのまま裏面の型取りを続けてった方がいいからね。でもまあ割とよくできたんちゃうかな。ほんでまたパーツを元に戻してブロックで壁作ってシリコンバリアをたっぷりと塗ってよく混ぜたシリコンをドバーッと流すと。で12時間待てば固まる。もうこれだけやからマジでやってみ。さあ裏面のシリコンも固まったのでブロックを外して型のつなぎ目に沿って慎重にちぎれないように引き剥がしていく。型についてるシリコンのバリをきれいに剥がして、この作業時間かかるけどこれはきれいにちゃんとやっといた方がいい。で続いてこのパーツなんだけど、最初はこのままストンといこうとしてた。でもこれどうやったってシリコン外せないやろうなと思って、この耳んとこが一番ややこしいなと思ったので、これが取りやすそうな角度を探して耳が上向くようにした。この状態で粘土に沈めた。もうあとは一緒です。半分まで型取って裏返して残りをシリコンで埋めて型を取る。それでできたのがこれなんだけど、思った以上にバラバラになっちゃって、ちゃんと見せるとこんな感じで合計でこの4つに割れてしまいました。でレジンで複製したのがこんな感じ。これ1個目の複製ね。耳のところが割れちゃって、あと穴開いたり、まあいびつなんですけど一応ガブってわかる感じやから改造には使えるなと。で2つ目3つ目ってやるごとに少しずつレジンの流し方を工夫して、まあ穴も少なくなってきて割と形になってきたかなって感じですね。頭のパーツはこんな感じ。これね売り物じゃなくて僕の勝手な改造品なので、もうねこんなんでいいんです別に完璧はねもともと無理やと思ってて、いやこれねちょこちょこ穴開いてんなって穴を探すよりも元がこれやで。これを複製してもうここまでいけたら大したもんやろこれいや僕は割とね満足してんのよね。っていうところでなんかレジンで終わっちゃいそうなので、まあ、せっかく3つあるから黒と紫でドムっていうのもいいねんけど、この3つともバラバラな色で塗ってみてどんな印象を受けるかっていうところまでやってみたいと思います。塗装ブース行こう。さあまずは下地として黒を吹きます。これでだいぶガブの形も見えてきますからね。どこが成功してどこがミスってっていうのがはっきりします。はいこんな感じ。いや悪くないでしょこれ。ガブやん。透明の時とは別の感動を覚えてますよ。で頭パーツも黒です。今回キャンディー塗装をするんですけど、シルバー下地の下地として黒。やっぱ本気のキャンディー塗装をするならこっちなんですよね。僕は横着なんでこの黒省きがちですけど、さあシルバーいきます。ほらもう全然色のりが違う。めちゃめちゃかっこいいね。ただのシルバー塗装の時も黒下地はおすすめです。見てみこの重厚感。頭ももちろんシルバーでかっこいいわ。やば
ばいなこれ。やっぱパーツが増えていくわ。で歯の下地もシルバー、これシルバーだけ。さあいよいよ来たぞ、キャンディー塗装クリアレッド。もうこの感動わかるかな。自分で複製したガブに色つけてガブが出来上がっていく感じね。いやこの感動伝われ、頼む。ずっとにやけながら塗装してたからね。かっこいいわ。もうミスってるとことか目に入ってこないもんね。シリコンとレジンってすごいな。で頭パーツこれ1回目のレジンなんだけど、ちょっとシリコン型の締め具合の不具合でダブっちゃったんすよ。だから頭パーツだけ分厚いのよ。まあでもどうせ改造するしそんな目立たんやろうっていうので、これももちろん採用です。僕の大事なレジン複製作品ですね。ちなみにこの2つのパーツビス止めされてます。さあメタリックブルー、これはリクエストポツポツいただいてました。テラードラゴンさんですね。まあ本物はメタリックじゃないけど、それを彷彿とさせるということでね。本当のテラードラゴンバージョンは僕の友達の YouTuber がそのうちやるそうなので、それをみんなで待ちましょうね。いやメタリックブルー綺麗やわ。よし、こっから僕の今回の遊び枠、アマガエルちゃんです。かわいいね。これは変身ベルトガブが出るだいぶ前に変身ベルト吐くっつって、まあアナザーガブとも言われてますけど、そのベルト作った時に画像の色加工して緑バージョン出してたんですよね。もうちょっと変身ベルトガブが安くなったらこういうバージョンもいろいろ作りたいんですよ。いや本当にずっとやりたかった黄緑やからすげえ嬉しい。もう今回の塗装楽しすぎた。自分の技術で食べていきたいなと思ってるそこのあなた、結構いらっしゃると思うんですよ。僕の動画、ものづくり、作るって楽しいを伝える動画なので、興味ある方たくさん見てくださってると思うんだけど、今度9月28、29、神楽坂のアコメ屋さんというところで冬季のイベントやるんです。ざっくり言えば販売イベントなんだけど、ワークショップもたくさんあって、9人の作家さんが来るんです。これどういうことかわかりますか？作家さんが来るんですよ。神楽坂のアコメ屋にその日行けば、自分の技術で食べてる作家さん9人が現地にいるんですよ。これはね、言い換えればね、どうやったら自分の技術で食べていけるようになれるんですかっていうことを質問できる機会なの。これ割と貴重なんですよ。わかります？普通お店に行って雑貨を買っても、その雑貨を作った人はお店にいないですよね。道歩いてて、クリエイターの方いらっしゃいますかって言っても、まああんまり答えてくれないでしょ、きっと。僕答えると思うけど。変なやつやから。そういうチャンスなんですよ。だからね、実際その作家さんの作品を見て、あ、素敵だなとか、これいいなとか思ったら、その場でその作家さんに、これはどういう思いで作ったんですかとか、これを趣味ではなくて仕事にするのってどうしたらいいんですかとか、あなたはどういう風にして今までの人生歩んできたんですかとか、そういうの聞けるんですよ。これ貴重な機会ですよ。だからね、ただの販売イベントと思うことなかれ、成功してる人と話せるチャンスなんです。しかも無料やで。いや、これはね、来た方がいいぞ。で、作家さんと気があっていろいろ話して教えてもらったら、お礼の気持ちで一つ買っていくとかでもいいと思うんですよ。で、ちょっとお金がどうしてもないからっていうのだと、別に買わなくてもいいと思うし、それ買ってくれた方がね、みんな、僕も含めてみんな嬉しいけどね。いろんなワークショップもありますから、実際に物を作るっていうのはどういうことかっていうのをその場で体験することもできるし、本当にね、人と話すって大事やから、そういう場所にしてくれたらなとも思っています。動画概要欄見て、時間と場所調べて、ちゃんと自力で来てくれ。待ってるぞ。はい、塗装が無事に完了しました。まず赤ガブですね。こんな感じ。歯は金色にしました。下の歯が白いからちょっとまあアンバランスなんだけど、一応こんな感じで、ここのつなぎ目は今レジンで複製中なのでまだないです。これは次回の動画でクーガになる運命のガブちゃんですね。そしてこれがテラードラゴン風ということでね。でも雰囲気出てるよね。青ガブもすごい綺麗。下もね、全部青に揃えて塗装したら本当に綺麗なんだろうなと思いますね。これ歯は白なんだけど、テラードラゴンすごい牙やから、これもトゲトゲの牙にした方が雰囲気出るかもしれない。はい、続いて僕の遊び枠、アマガエルちゃんですね。もうずっとアマガエルにしたくて、このガブちゃんを絶対可愛いやんと思って。で、これできてすごく嬉しいです。歯はシルバーです。これカエルの場合歯の色悩むね。歯茎っぽくピンク色でも似合う気がするけどね。で、次回これに、もう皆さん予想通りだと思いますけど、これにクーガの角。まあ、そのままじゃないと思う。多分ちょっと歪にすると思うけど、クーガの角つけて、で、いろんなクーガを思わせる装飾ね、つけていきたいと思ってます。で、今回この3つをやってみてね、やっぱり変身ベルトガブの可能性は無限やなと確信しました。もうこの3色ですでに綺麗だし、僕が前にゴッドガンマー塗ったみたいに民芸品風にするのもいいと思うし、あと侍の兜作ってもかっこいいねっていうコメントもいただいてて、ほんとそうだなと思う。そして日本古来の文化でガブっていう人形があるんですよ。検索するとね、すごく怖い口がバーンって開く人形が出てくるんですけど、それ風にしても面白いと思うし、それこそさっきのテラードーパンツみたいにね、もうこの牙ガチャガチャにしてすんごい怖いの目指しても面白いと思う
思うし、で赤をベースで獅子舞みたいにするのも面白いし、三井口開いてるのと閉めてるのでシーサーちゃんとかね、もういろいろやりようあると思います。洋風和風みんな思いつくようにやれたらなと思いますけど、まあ変身ベルトガブ6000円ちょいするので、そんな買ってられないですからね。僕はだからせっかくこうやってシリコン型作りましたんで、毎日毎日ちょっとずつ複製して増やして、イートライダーシリーズもね、進めていきたいなと思います。それをいろいろ進めていくにはやっぱ皆様のね、応援が不可欠でございますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、